郭北寸さん当時16歳、爆心地から 0.9 キロの大手町5丁目で被爆しました。郭さんは昭和3年日本で生まれ、前の年に韓国から渡ってきた両親と広島で暮らしていました。現在は4人の子を持つ母親です。郭さんはこれまで人前では決して原爆を語りませんでした。そんな彼女を変えたのは、平和公園の外にある韓国人原爆犠牲者慰霊碑との出会いでした。私がこの韓国人原爆慰霊碑に関してね、川の外に公園の外に碑が建てられてるということに関して疑問を持ち出したのがごく最近なんですよね。それはある日子供が私に質問をしたんですよ。原爆慰霊碑が外に立ってることに関してね、私今まで疑問を持っていませんでしたのでね、ある日子供がね公園の外に慰霊碑が立ってることをね、郭さんはどのように思っておられますかっていうねことをあるその子供に聞かれたんですよ。その時に私返事に困りましてね、私そこをねあんまりお勉強してなかったから今ちょっと答えられないんだけど今から勉強して調べておきますっていうふうに言ってその子と別れたんですよね。すごく恥ずかしい思いをしたんですけど、それから慰霊碑が本に公園の外だなっていうことに気がついて、である日お花とかいろんなものが飾られてねお参りしてもらってるんですけど、それを見るにつけてもねありがたいやらちょっと悲しいやらの思いになるんですけど、でその建てた時の有志はね今だいぶ亡くなられて本当にわずかな人が今おられるらしいんですけど、その人たちは今ね自分たちは今ね死ぬにも死にきれんっていうね思いをしとられるんですよ。それがね聞いた時に私はショックでね確かに何かをこうお墓を建てたりとかいうその最初に思ってやる人のご苦労もなかなかできるご苦労じゃないでしょ。それ今度死ぬことさえもできんぐらいの悔しい思いをしとられるというね、なんかそこら辺がねすごく寂しいな思うんですよね。広島県警戒警報は解除になってるけど広島上空を大型1機がね旋回中であるから気をつけてくださいっていう放送があって、でラジオを切って私今トイレから出てねもんぺに片足を入れたかっていう時にぐらぐらっと来たんですよね。悲鳴のようなねが聞こえたりしたんでね、これはうちだけじゃないね思って私も一応下敷きの状態から一応脱出したんですけどね、その時外へ出てみましたらね広島全体が闇だったんですよ。真っ暗でその真っ暗いうのが闇夜の黒とは違ってね、なんか茶色の
中におるようなね、そういう感じの中で外へ出てきて、ちょうど出てきましたらね、私を誘いに来とられた三時のおばさんいう人がね、表におられたんです。それでその人が「暑かった」ってね、こういうふうに両手をこう広げられてね、目をパッチリ開けられてね「暑かった」ってこうやって言われたんですよね。それからその町内会長さんに私は矢野の方の親の家の方へ帰ります言うて言いましてね、矢野からまた親戚とかね、お世話になった親戚とかが行方不明だったもんですからね、親なんかを連れて広島へ毎日その人たちを探しに入ってきたんですけどね、そして入ってくるとやっぱり収容されてるとこへ一応行くんですよ。そしたらあるところへ行きましたらね、そしたら入ってくる人をすぐね見つけてね、割り箸をくれたんですよ。ちょっと言うてね、で割り箸をくれてね、その割り箸でね背中にね動いとるもんがあったらね、それでつまんで引っ張ってくれ言うてんですよね。それで背中一面こう海で真っ黄色になっとる背中をこう向けるんですよ。そしたらその中で虫がうごめいとるんですよね。それをその割り箸でつまんで取るとね、とてもじゃないよう超えたウジ虫がね抜けるんですよ。で実際にその当時はそれを夢中でやりましたけどね、今の常識で考えて人間の体にねウジが湧いてね助かるとは思えんのですよね。海の背中一面が海でね、そこへ虫がうごめいて中へ入り込んどるいう状態をね考えた時にちょっとね本当に考えられんのですよね。賀来さんご自身は被爆されてから体の調子とかそういったものはいかがだったですか？それは私はちょうど17歳で体の調子、女性の生理っていうんですかね、そういうものが2ヶ月ぐらい続いたんですよ。生理と言えるものかどうかは分かりませんけどね、とにかく織物がすごくあってね、で髪の毛はパーマ、チリチリのパーマみたいになってしまって、で洗って櫛を通そうとするんですけど櫛が通らないんですよね。で無理に櫛を通そうとするとスポッとこう抜けるわけですよね。私今まで生きてきた中でね、常にようここまで生きてきたのいうのが今の私の実感なんですよ。どうしてですか？それはやっぱりね、一日としてね、元気で体が調子がええよいう日がなかったんですよね。だから子供の小さい時はね、この子たちを置いて私もしものことがあって死んだらどうしようとかね、それは常にあった不安ですね。それが一番大きいですやっぱり。これから賀来さん、まだ証言されますか？そうですね、やっぱりこういう証言でもした方がいいのならやっていきます。